こんにちは、大輔です。国をまたいで渡航ができず、悶々としながら休日を過ごしている皆さん、朝遅く起きてね、YouTube ばっかり見てしまってるなんて方、いるんじゃないでしょうか。残念ながらね、それ、僕のことなんですよ。ということで、本日の動画は自分に言い聞かせる意味でも自堕落で過ごしてしまいがちな日々に対して、その理由がですね、世の中の楽しくないニュースのせいだと決めつけてしまっている自分自身に向けたお話になります。ラインナップはこちら。1、身近にある渡航制限の問題。2、何が僕らを苦しめているのか。3、この状況を打破する対処法3選。ということで参ります。本日のお話というのは、海外とのつながりをね、アグレッシブに持たれている本チャンネルの視聴者の皆さんということですので、そんな皆さんがですね、少し長めの休暇が取れたとしても、何かね、息苦しさがあったりだとか、落ち込んでしまったりだとか、何やってもうまくいかなかったりだとか、そういう時のための動画になります。本チャンネルでは他国とのつながりを持つ皆さんに渡航緩和の最新情報をお届けしてまいります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方、チャンネル登録をして一緒にニューノーマルトラベラーになりましょう。1、身近にある渡航制限の問題。突然なんですけど、僕の地元静岡なんですよね。そして高校時代の友人でね、特に仲いいやつがいまして、僕はね、親友と呼べる人間、そんな多くはないんですけど、唯一ね、そいつは親友と呼べるやつかなということなんですけどね。そいつ、数年前から独立をしていまして、自分の会社をね、経営している社長なんですけど、建築業でね、エアコンの施工とかをね、していて、最近はですね、多肉植物、だからサボテンとかね、そういった観葉植物のね、育てて結構いい値段で売るなんていうね、サイドビジネスとかしてね、面白いことやってんですよね。それはいいとして、どうやらですね、そいつが言うには、地元静岡ではですよ、県をまたいだ移動には相当に厳しくなっているという様子を、教えてもらいました。ニュースなどではね、このお話目にしてはいるんですけど、実際どこまで厳しくなっているのか、当事者から話を聞くのはね、初めてだったので、いい機会なのでね、ここで皆さんにも実際に現場で起きていることとしてシェアしていきたいと思います。まずその友達が経営する会社なんですけど、売上の多くをですね、東京からの発注で成り立たせているということなんですよね。で、今それってね、全て断っているってことなんですよ。で、なんでかっていうと、県外に出てね、特に都内への移動経歴が出てしまうと、地元の大手業者の作業現場に入るにはですね、2週間の間出入りができなくなるということでして、これ国外からね、帰国した時の2週間待機措置と全く一緒の状況がローカルなね、移動でも普通に起こっているということですよね、皆さん。あくまでも自己申告制ではあるということだったんですけど、移動を隠しながらね、県外と行き来しながら仕事を回すってことはもちろん倫理的にすべきではないですし、結局はね、人づてで分かってしまうというお話なので、その一切を断っているということなんですよね。そしてその友達に教えてもらったもう一つの出来事があります。それはですね、飲食店にはある張り紙がしてあるというお話なんですよね。それどんなものかっていうと、県外からのお客は入店お断りと書かれたものなんですよね。そもそも売り上げが厳しい飲食業界なので、本来であればですね、顧客をね、忖度なく入れ込みたいというところですよね。ましてや年末年始ということで一番ね、書き入れ時なわけですよ。でもですね、一回でもコロナのクラスターが発生してしまった場合ですよ、店名が公表されるリスクに加えてですね、しかも地域性を持って限られたお客さんをメインに活動されているお店の場合ですと、お客さんというのは近所の常連さんが多いということですので、一瞬で信頼が失われてしまいかねないということなんですよね。なので、一時的に県外客の売り上げを落としてでもして、ここでの信頼がね、失墜されるということに対しては敏感にならざるを得ないというね、そういう思考をされる飲食店経営者が多いということですよね。こんなお話をね、さっきかかってきた電話でしたわけなんですけど、彼の会社はね、今年は忘年会一件もないということですね。そいつのところは建築業者同士の
のつながりもあってですね、本来は12月なんつったらね、2日に1回、下手するともっと高頻度で忘年会ラッシュということだったわけなんですけど、それがゼロになってるというね、まさにニュースで報道されていることが起こっていたわけなんですよね。もちろん僕自身が働いている会社であってもですね、忘年会はゼロだったわけなんですよ。なので、直接人と会う機会がですね、下手をするとね、家族でさえも減っている、家族との間でさえも減っているというこの状況に直面されているね、皆さん、僕も含めてね、僕の親友だとか、これね、何か自分に当てはまっていそうだなと感じた方に関しては、ぜひこの後のパートもお聞きになってください。2、何が僕らを苦しめているのか。この状況を一度因数分解していきましょう。大人数で集まることへの自粛。これはね、できないですよね。国や県をまたいだ移動の自粛。いつもより長めの年末年始休暇ということで、これはね、年末年始に限った話ではないですけど、今様々な業界でテレワークが進んでるなんて言われてますけど、それと同じぐらいですね、売り上げが厳しい業界が多いわけなんですよね。なんで連鎖的に仕事がなくなって、そして売り上げが下がっていくということは、従業員の給料も減っていくということを意味してるわけでして、リストラまでとはね、言わなかったとしても、積極的にね、休みを取ってもらって、残業費用を払わなくてよくするとか、休日出勤費用を出さなくてよくなるというね、こういう形に倒れるところが多いんだと思います。で、それによってですね、一人で部屋で過ごすことが多くなると。そして会話が少なくなる。最終的には時間を持て余すということで、人間というのはですね、忙しい時にはなんでこんな時間がないんだと。ね、もし時間があれば、あんなことやこんなことをね、自分だったらもっといろいろできるはずなのにと思ってしまいますよね。特にね、僕みたいにもともと国をまたいで頻繁に移動している人というのはね、ただでさえ忙しい毎日を送っていた人たちだと思うので、何かしらね、生産的な活動には興味が高かったことと思うんですけど、でもですね、いざ時間ができた時に、それがね、今なのかもしれませんけど、ふと我に返るとですね、ただなんとなく時間を過ごしてしまってはいないものでしょうかね。で、それに加えて地元へのね、帰省もできずに、このね、年越しをどう過ごそうか、長い休暇をね、どう過ごしていこうかみたいなね、僕みたいな人たちがたくさん、いるんじゃないかということを、そのね、親友と話をしながら、休日を過ごしているわけなんですけども、最後のお話に参りましょうか。3、この状況を打破する対処法3選。ということで、ある意味ですね、時間が作りやすい今、長めのね、休暇があるよという方に関しては、この自堕落の生活でこの状況に文句を言いながら過ごすだけなのか、それともですね、2021年の新しいチャレンジ、新しい出来事のための準備に使えるかどうか、これがね、分かれ目だと思うわけなんですよね。実際に僕がやってることだったり考えてること、シンプルなものではあるんですけど、皆さんにも共通するところだと思うので、3つ挙げさせてもらいたいなと思います。まず1つ目。これはね、体を動かすということなんですよね。だからジムに行くのでもいいですし、そこまでしなくても軽くランニングでもね、いいわけなんですよ。で、走るのが大変だし、薄手になるのがね、嫌だっていう方は、ウィンタージャケットね、ちゃんと着て、近くを散歩するとかでもいいと思うわけです。どうせね、お昼近くまで布団の中に入って後悔してるという日があるわけじゃないですか。という状況であればですね、外の気温というのは、一日の中でももう高くなってきているわけですので、今すぐにでもね、外に出ましょう。運動のメリットというのはたくさんありますけど、なんといっても免疫力がつくということですよね。もちろん強度の高い運動のしすぎというのは逆に一時的にね、免疫力が下がるなんて言われてますけど、基本的には適度な運動というのは免疫がアップするというね、エビデンス集まりつつあるんですよね。僕がさらっと目を通しただけでもですね、未知のウイルスが体内に侵入した時に活躍してくれるのが自然免疫というね、ことなんですけど、この自然免疫の種類にはですね、糖類球だとかマイクロファージだとか、いろいろあるんですけど、その中でもですね、ナチュラルキラー細胞というものがありまして、通称 NK 細胞というやつですよね。この NK 細胞というのはですね、特に腫瘍細胞だとかウイルス感染細胞のね、この拒絶に重要な役割を果たす自然免疫の一つでもあるというわけですから、もしもですね、コロナウイルスにかかってしまった場合に、必要なね、免疫の一つとも言えるのかもしれません。この NK 細胞がですね、適度な運動、例えば最大酸素量の 80% 以下の2分間のサイク
クリングを10回程度ね、すなわち軽く汗ばむぐらいのサイクリング、これをね、合計で20分ぐらい続けるとすると、血中の NK 細胞の数が5倍になるなんていう論文がカリフォルニア大学から出ていたりするんですよ。これから渡航緩和がなされて、いざね、こう自分自身渡航しようとした時にですね、まず初めに感じるのが体力の低下だと思うんですよね。僕も10月以降というのは少しずつでありますけど、出張の機会がね、回復してきまして、九州だとか関西圏にね、出ていくなんてことが、何回かあったんですけど、以前よりもね、疲れやすくなったなぁなんていう風に感じるわけなんですよね。なんで向こう3年とかね、5年っていうスパンでワクチンが浸透して世界で集団免疫がね、かたどられるまではちょっと時間かかりますけど、それまでの間はですね、渡航先での体調管理っていうのも絶対に求められますから、そのための免疫力をですね、今のうちから維持しつつも頭をリフレッシュすることができる運動、このエクササイズですよね。これを続けていきたいということですよね。そしてさっき説明したですね、この NK 細胞っていうのは笑うことでも増えるらしいんですよ。面白いですよね。ということで、渡航制限がもたらす自堕落な状態を抜け出す対処法2つ目についてお話をね、進めていきたいと思います。NK 細胞を増やすためにリフレッシュしつつもいっぱい笑うための方法として、この2つ目というのがですね、信頼できる人とのコミュニケーションなんですよ。集まって飲みに行くのはね、もちろんおすすめはできないんですけど、マンツーマンで悩みを打ち明けたりだとか、未来はこんな自分になりたいんだなんていうね、もやもやしてる思いを相手の前で言葉にするだけでも違うと思うわけなんですよ。今は飲食店もですね、相当に気を使って営業してくれていますので、少しゆったりめの席を用意してくれそうなところでですよ、消毒とかもね、しっかり使って大人数にならないように注意をして、人とのコミュニケーションを大切にしていくということなんだと思います。でもですね、実際食事をしようとなると、少人数、そして長時間にならないような配慮をするとか、結構ね、大変だと思うわけなんですよ。実際僕もこの年末には人と会う機会っていうのは最小限になってますけど、それでもですね、親しい友人とだけ食事の約束をしてるとかね、正直あるわけなんですよね。あとはオンラインで時間を共有するとかっていうのは、これは大切にしていきたい価値観の一つだなと思うわけです。特にパートナーがね、いらっしゃる方、多いかと思います。そういう時間ね、ぜひ大切にしていきましょう。僕の場合は何と言ってもですね、日曜日の夜10時だとか、もしくはね、不定期にたまに開いてる、本チャンネルのライブなんですけどね、このライブを通しての皆さんとのコミュニケーションというのは、自分への刺激としてはね、とってもいい時間になってるので、続けていきたいなと思うわけです。それでは、渡航制限がもたらす自堕落な状態を抜け出す対処法、最後の3つ目のお話をしていきたいと思うんですけど、この3つ目がですね、一番大切なことなのかもしれません。それは自分の打ち込めることをするですね。やっぱり夢中で何かに向かって過ごした場合と、一日中ダラダラね、ネットフリックスだとか YouTube とかをね、見続けてしまった人ではね、自分に対しての納得感っていうのはもう全然違うんですよね。僕の場合はですね、来年どういうビジネスをね、育てていこうかななんて考えるわけですけど、本業の方はですね、守秘義務とかあって、ここで語ることはできないんですけど、僕が身を置いてるテクノロジー業界というのは、今までと同じことをやっていてはダメなので、常にですね、新しいチャレンジの積み重ねでしかないんですよね。そしてこの YouTube チャンネルね、これ趣味で始めてるとはいえ、たくさんの方々ね、特に渡航ができずに困惑している方が多いのかな、そういう方がね、どうすれば前向きになるのかっていうのを、考えるのがね、正直楽しいんですよ。それをね、考えてる時、自分が特に前向きになれるななんていうふうに思います。人によってはね、そんなものないよとね、夢中になれるものがなかなかないんだよと嘆かれる方いるのかもしれませんけども、何でもいいと思いますね。例えばもう読書でもいいですし、このね、散歩の延長で書店に行くなんていうのも素晴らしいことだと思いますね。あとは料理とかでもいいですし、ゲームなんかもね、いいんじゃないでしょうか。ただですね、これと決めたものにはとことんやり込んでみて、休日明けにはですね、友達だとか職場の中でね、話の種になるぐらい、極めてやればです。これは時間無駄になりませんので、ちなみに自分の周りでですね、オンライン英会話を始めたなんていう人もね、ちらほらいるんですよ。申し込み当日からできて、しかも月1万円以下なんていうね、サービスがもういっぱいありますから、これめちゃくちゃおすすめですね。以上が渡航制限がもたらす自堕落な状態を抜け出す対処法ということでしたけども、いかがでしたでしょうか。当たり前じゃんと言われてしまうような対処法だったかもしれませんけど、やっぱりね、自分の打ち込めることをすることの積み重ねというのが自分の人生を決めていく、大きな鍵だと思いますので、今の僕にとってのそれというのは、このね、悶々と過ごしている少しでも多くの方がですね、この動画に共感をしてくれて、前にね、進み出すことができるんであれば、こんなに嬉しいというかね、モチベーションが上がることはないと思いま
まして、今日はねあえて動画にさせてもらいました。おさらいをしていきましょう。自堕落な状態を抜け出す対処法。1つ目、体を動かすです。何事も健康あってこそということでね、特に今後の渡航解禁となった時に風邪をひいてしまっては元も子もありませんので、今のうちから免疫力をねアップしつつもリフレッシュした頭で自分の大切な時間をね過ごせるようにしましょう。そして2つ目、信頼できる人とのコミュニケーションですね。今は世界が非常事態です。なのでこの状況に対して特に国を越えた関係性をですね、プライベートでもビジネスでも大切にしていきたいという方はね、特に不安な時間を過ごしていることだと思いますけど、未来はねこういう風にしていきたいと自分のモヤモヤしてる思いというのを相手の前で言葉にしていきましょう。最後3つ目、自分の打ち込めることをするですね。これと決めたものにはとことんやり込んでみて、休日明けには友達だとか職場の同僚のね話の種になるぐらいに、極めてやればいい時間を過ごしたということになるんだと思います。僕はですね2021年のことをいろいろね考え始めているわけです。2020年がね踏んだり蹴ったりだったので、なんとかいい年にね挽回していきたいということなんですけど、もちろんですね自分の行きたい国へ行ける日を待ち望む日々は続くんですが、これただ待ってるだけではもったいないので、そういう日が来た時のためにですね、皆さんと一緒に成長していければ嬉しいなと思います。本日の動画は世界で起きていることとは少し違うテーマではありましたけど、渡航制限の緩和を待ち望む皆さんにとって少しでもプラスになってくれたら嬉しいなと思います。もし皆さん自身がですね、自分はこういう過ごし方で休日を充実させているとかね、この動画を見て何かにチャレンジしてみることにしたんだという方がいましたら、ぜひコメント欄で教えてもらえると嬉しいなと思います。チャンネル登録とかね、いいねっていうのも、これ嬉しいんですけど、最近ですね、僕のモチベーションがどこにあるのかっていうのがだんだん見えてきたわけなんですよ。それはですね、この動画を見てくださっている皆さんがですね、少しでも前向きになって、いつの日か国を越えて活動を再開できるという日に向けてですね、今この瞬間もプラスな活動を積み重ねていくというね、この報告をいただくことが何よりも活力になるということなんですよね。なんで皆さん自身で起きている出来事ね、どんどんコメントで教えてもらえると嬉しいなと思います。本日は以上です。それではまた次の動画でお会いしましょう。大輔でした。